ここに並ぶ服は黄緑森下の時間を遡るように配置されています。手前ほど古く、奥へ進むほど今へ近づいていきます。どんな手つきで素材に触れ、どんな迷いや執着を重ねながら一着ずつ形にしてきたのか、その時間そのものがここに並んでいます。ずっと変わらずに考えてきたのは、人間と社会の関係性を布で表現することです。特定の場所や限られた空間でしか成立しない服ではなく、例えば地下鉄で着られるような大衆性があり、都市の風景に自然に溶け込む一つのカモフラージュのような存在であること。一方で触れた瞬間に服作りに携わる職人の熱量が伝わってくること。そうした矛盾を内包した服を作り上げるために工場と二人三脚で取り組んできました。この現場主義こそが黄緑森下の服作りの原点であり、誰にも真似できない独自のデザインを形作る要素になっています。職人の手の痕跡や作りの異常な密度をより近くでゆっくり見ていただきたい。そしてアーカイブを起点にした構造の再解釈が時代ごとにどう変化し現在へつながっているのか、その連続性もご覧ください。東京時代、2003年から2005年。東京で発表を始めた初期の服には、後のコレクションへつながる要素がすでに凝縮されています。異素材使い、染めやすれの表現、レザーへの複雑な加工、生地そのものを作り変える発想まで、デザイナーになったばかりの勢いのままに、手探りの実験精神と溢れる熱量が詰め込まれていました。表現したかったのは、服に新しい価値や見え方を与えること。その意思は5つの素材で切り替えたライダースジャケットにも色濃く現れています。相入れないスーツ地とレザーの共存、表に出した縫い代、カットオフの裾、取り外し式のファーライナー、一着にかける手間や試作の数は常識をはるかに超えていました。メルトンのピーコートはベージュの上にさらにグレーを重ね表面を削る。これは古着の模倣とは異なります。経年変化した服に人はなぜ愛着を持つのか、なぜそこにその人だけの所有感が生まれるのか、その感覚を読み解き、あらかじめ内包させようとした試みです。付属の木製ボタンは一つ一つ手でペンキを塗り、こすり、さらに焼くことで焦げたような黒さや古びたムラ感まで作っていく。つまり経年変化は再現ではなく意図して設計するもの。その考えはレザージャケットにも及びます。色を落とすことを前提に染め、狙った箇所だけを退色させることで自然な当たりを生む。さらに表面にパラフィンを吹き付け、高温のスチームボックスに入れた後、手作業で磨き上げる。こうした手法はもともと服作りの定番ではありません。どんな革でどの厚みなら耐えられるか、また再現性を持って量産できるか、職人と試行錯誤を重ねゼロから開発していったものです。デニムパンツはスタッツの下にドーナツ状の布を挟み込み、洗うことで端がほつれたような表情を加える。デニムジャケットは横糸にチェーンや革紐を用いて織り込む。発想のどれもが異質なものとして独自の存在感を生み出しています。削る、叩く、燃やす、染める、洗う。いくつもの加工を重ね、見た目には時間が刻まれていても、服の品位と強度は失わない。この対比が黄緑森下を代表する作風を形作っています。その背景にはデビュー当時から思い描いた人物像がありました。それが貴族の末裔の装いというイメージです。育ちが良くて美意識もある。世の中に流され酒やドラッグに溺れた時期もあったけれど、立ち直り今は静かに暮らしている。
そんな人物を思い浮かべながら当時の服は作られていました。そしてその貴族の末裔はシーズンごとに旅に出ます。インドへ、北欧へ、ハワイへ。その土地で感じたものがコレクションを彩るエッセンスとして入り込んでいきました。パリ時代、2005年から2009年。発表の場をパリへ移す頃、むき出しだった熱量はより洗練された佇まいへと変わっていきました。生地や加工は強い印象を残すためではなく、より高い造形美を求めるための手段になっていきます。ミリタリージャケットのエスニックな刺繍も染めや加工と結びつけることで独自の表情へと変えていく。染色表現もまたこの時期から変化していきました。象徴的なのがスプレー加工を施したダウンジャケット。色を落とす発想から逆に色を濃く見せ、人工的な陰影を与える方向へ。時間の痕跡が生まれる原理を反転させ、経年変化をよりモードな表情へと昇華していったのです。ニットジャケットでは不白をニードルパンチで結合することで難しかった縫製を可能にし、デザインの境界を押し広げていきました。東京で生まれたクラフトマンシップとパリで広がった世界観。二つが重なり、表現の奥行きはさらに増していきました。同時にこの頃は一点ごとに生地を開発し、技術もデザインも惜しみなく注ぎ込むことで、極めて密度の高い服作りが実現していた時代でもありました。再始動。2016年から2019年。一時休止を経て再始動した頃、それまでとは少し異なる表情を帯びるようになります。元貴族の物語から一旦距離を取り、より時代の空気を映し込んだ服作りへと向かっていきました。パイロットジャケットは素材や加工の実験とはまた違う形で服の新しい価値を提示する試みでした。何かをドッキングさせることなく根本から設計を見直すことで一着の中に複数の着方や見え方を内包させる。デニムパンツは履き込んだデニムを解体し再構築したように色の濃淡が異なるパーツを組み合わせる。ミリタリージャケットにはネイティブアメリカンの要素を掛け合わせる。過去に培ってきた技術や構造を受け継ぎながら、そこにストリートやジェンダーレスといった時代の気分や新しい感覚を重ねていく姿勢が現れています。現在、2025年から2026年。そして現在はさらに深く内に技術や経験を宿し、見た目は静かなものになりました。けれど中身は濃い。テーラードジャケットにはベージュのメルトンの上にさらにグレーを重ねたアーカイブの生地の記憶が受け継がれています。白いシャツにはエスニックな刺繍に円縮加工を施すことでより立体的な表情へと更新されました。デニムジャケットにはチェーンを織り込み、さらに重ねたアーティストのグラフィックが単なる絵柄ではなく装飾や加工の延長として自然に溶け込んでいます。そうした表情を決める上で加工や装飾のやめ時を見極めることが服の輪郭を形作っています。都市に溶け込み、人の営みに紛れながらそれでも所有感を抱ける服。今の服には人間と社会の関係性を布で表現する意識が改めて強く現れています。ここに並ぶアーカイブの多くは故
雲野秀元さんから寄贈していただいたものです。長い時間をかけて服を見つめ受け継いでこられたからこそ、こうして今この場でブランドの歩みをたどることができます。私の感性で生み出した服を感性の合う誰かが手に取っていく、こうした偶然の積み重ねの中でファッションデザイナーにできることは、ほんの少し誰かの背中を押すこと、そのくらいなのかもしれません。ただそれがとてつもなく誰かの救いになることがある。だからこそ自分はこれからも誰かのための一着を作り続けていきたい、そう考えています。